皆さんこんにちは。今回なんですけど、ついに近畿地方最後の一件となります兵庫県の紹介です。ここ兵庫県は異国情緒あふれる港町、神戸のハーバーランドやメリケンパーク、世界遺産にも登録されている姫路城、日本三大名泉の一つ有馬温泉と、もうたくさんの魅力がある県となっておりますので、ぜひ今回も最後まで見ていただければと思います。早速なんですけれども、今は城崎温泉へとやってきております。いやいや、あんたさっき有馬温泉って言ってましたやん、そういった声が聞こえてきそうなんですが、もちろん有馬温泉も有名ですごくいい場所です。ただここ城崎温泉も負けてません。映像を見てもらったらわかると思いますが、風情ある街並みの中にたくさんのお店が並んでおり、買い物や食事を楽しむことができます。これは同じように有馬温泉でも楽しむことができますが、僕の感想としてはここ城崎温泉の方が時間がゆっくり流れているような感覚で、時間を忘れて非日常を味わえる、そんな雰囲気でした。僕は今回が城崎温泉に来るのは初めてでしたが、次の撮影があるにもかかわらずつい時間を忘れてゆっくりと観光してしまいました。おかげでこの後の撮影がすごく大変でしたけど、一つだけ難点がありまして、本当に強いて言うならなんですけれども、兵庫県の県庁所在地、いわゆる三宮とか神戸とか中心部の方になるんですけれども、ここからですね、かなり離れているので、遊びに行かれる際は城崎温泉に泊まってゆっくりと観光を楽しむことをお勧めします。僕は今回車で移動しましたが、先ほどの城崎温泉からここ姫路城まで約2時間ぐらいかかったので、遊びに行かれる方はぜひ参考にしてみてください。ということで、世界遺産にも登録されております姫路城へとやってきましたが、遠くから見てもですね、かなり迫力があります。せっかく来たのならお城へ登ってそこからの景色を見たいので、早速歩いて向かいます。これまでも数々のお城へ実際に行き紹介してきましたが、その中でもここ姫路城はトップクラスに立派でした。城内はかなり広いので、途中早送りやカットで、登っていく様子をお届けしますが、皆さんお城へ行く際にはですね、十分な時間を確保していきましょう。僕が撮影を始めた頃の話なんですが、そこまでゆっくりと観光するわけではないですし、30分くらいあればなんて気持ちで行っていました。ところがですね、城は基本的に敵が攻めにくいように高い場所にあるので、とんでもないくらい予定の時間をオーバーしてしまいました。そんなこともわからんのかと城好きの方は思うかもしれませんが、はい、知りませんでした。今ではですね、お城へ行く際は僕はだいたい1時間から2時間は時間を確保していくようにしています。今回の兵庫県が西日本最後の紹介ということで、これまで行ったお城を振り返ってみたいなと思います。まず外観で言えばもう間違いなくここ姫路城が僕の中では一番でした。他にも工事中で中に入ることはできませんでしたが、岡山城なんかも立派でしたね。熊本城はもちろんお城も立派でしたが、僕はそれよりも周辺のお店がすごく充実していて好きでしたね。そういった意味では愛媛県にある松山城なんかもお気に入りの一つです。今挙げたお城の詳細については各都道府県の動画で紹介しておりますので、まだ見られていない方はぜひチェックしてみてください。話は変わるんですが、実は今回の兵庫旅行が人生で初めての一人旅でした。これまではありがたいことに友人たちと一緒に旅をしながら撮影をしてきました。今回の兵庫旅行も当初は2人で行く予定でしたが、諸事情により急遽1人での旅となりました。最初は一人旅をしたことがなかったので、旅行を中止にしようかなと思っていましたが、なんとか今日の動画投稿に間に合わせたかったので覚悟を決めて行くことにしました。実際に行ってみた感想なんですけど、一人旅思ってたよりも面白かったです。旅行といえば家族や友人、カップルで行くものと僕の中では思っていましたが、一人旅ありですね。
ただ一つだけ聞いてほしい話がありまして、この日は夜まで撮影を行っていたので、ホテルにチェックインしたのがだいたい10時ぐらいだったんですよね。晩ご飯を食べに行こうと思ってホテルの周辺を少し歩いて散策したのですが、居酒屋しか見つかりませんでした。一人で居酒屋かと思いながらも、奥にカウンターが見えたので、ここならいけるなと入店することに。お客様何名様ですか？一人です。ではこちらのテーブルへどうぞ。なんで案内されたのが2人から4人でのお客さんがたくさんいる4人テーブル。さすがに初めての一人旅、初めての一人居酒屋で、これは恥ずかしかったですね。しかも追い打ちをかけるようにピンポンで店員さんを呼ぶタイプじゃなくて、すいません方式だったので、もうここまで来たら逆に開き直ってめちゃくちゃでかい声で、すいません生ビールくださいと。全然お酒飲む予定じゃなかったのに気づいたら頼んでましたね。おそらくこの日に関しては居酒屋に入ってから出るまでこの時間が日本最速だったんじゃないかなと思います。ということで、そんな初めての一人旅、お次は横浜、長崎と並んで日本三大中華街の一つである南京中華街へとやってきました。ここは西日本最大の中華街ということで、お店も100軒以上あり、神戸や三宮の中心部からも近いということから人気な観光地の一つとなっております。大好きな食べ歩きが楽しめるスポットなので楽しみにしていましたが、冒頭でも話したように城崎温泉でついゆっくりと観光してしまったので、僕は今回雰囲気だけを楽しませてもらいました。ところがハプニングが発生してしまいまして、近くのコインパーキングに車を駐車してこちらへ来たのですが、一通り撮影を終えて、さあ次の場所へ向かおうと思って駐車場へ戻り、精算しようとしたら財布の中に小銭がなくて、お札も1000円札しか使えないのによりによって1000円札がないんですよね。何か買って1万円札を崩そうと急いで中華街へ戻ったんですが、さて僕はこの中華街で何を購入したでしょうか。豚まんやフカヒレ、焼き小籠包に北京ダックとたくさん名物がありますが、全く関係のないアイスコーヒーを購入しました。今考えると意味不明なんですが、おそらくこの時は相当時間に追われていたんでしょうね。皆さんはこういったことがないようにですね、しっかりと時間に余裕を持って旅行を楽しみましょう。はい、ということでお次はこちらの神社へとやってきたんですけれども、ここは先ほどアイスコーヒーを購入したお店で、この辺りで何かおすすめの観光地ありますかと聞いたらですね、ここを教えてもらったので早速来てみました。でこの日はなんと夏祭りと被ってまして、今映像にも映っておりますけれども、夏祭りといえばですね、やはり屋台ということで、両サイドに屋台が並んでいましたので、こちらの神社と合わせて紹介をしていますが、日本ではこの夏時期になると夏の風物詩ということで夏祭りが開催されるので、ぜひですね、夏祭りの開催と日本旅行が被った方はですね、日本の夏の風物詩を楽しんでみてください。さてここからは有馬温泉の紹介をしていきたいと思います。ここ有馬温泉は日本3古泉の一つでかなり有名です。僕自身はここへ来るのは2回目なんですが、前回来た時は温泉目的だったので周辺の散策はほとんどしませんでした。今回は周辺の散策もしっかりとして撮影してきましたので、映像で有馬温泉の魅力を伝えていければなと思います。冒頭で紹介した城崎温泉もそうですが、ここ有馬温泉もこうしてたくさんのお店が並んでおり、買い物や食事を楽しむことができます。しばらくこの辺りを散策する映像をお届けしますが、最後に実際に温泉へと行ってきたので、そこでのお話をしたいと思います。僕が今回行ったのは太閤の湯という温泉テーマパークになるんですけど、温泉テーマパークというだけあって本当に種類が豊富で、宇宙が2種類、露天風呂が6種類、それに蒸し風呂やサウナ、
岩盤浴と本当に時間がいくらあっても足りないくらい充実していました。僕の大好きなサウナもかなり良くて、今すぐにでもまた遊びに行きたいぐらい最高でした。今回遊びに行った太閤の湯なんですが、この辺りを散策していると看板を見かけます。入店して受付で看板を見てきましたと言ったら割引をしてもらえるので、遊びに行かれる方はそちらの方も利用してお得に楽しみましょう。またホームページの方で混雑具合も確認できるようになっていましたので、そちらもうまく活用して待ち時間なく存分に楽しんでもらえたらと思います。はい、ということで実際に太閤の湯へとやってきたんですが、こちら施設内に駐車場の方が完備されておりますので、車でお越しの方はぜひそちらの方を利用していただければというふうに思います。確かなんですけれども、近くにコインパーキングとかもありまして、そちらの方を利用されるのもいいんですけれども、こちらの施設の利用時間に応じて駐車場料金の方もサービスしていただけますので、施設内の駐車場を使っていただけるのが一番いいんじゃないかなというふうに思います。実際店内に入ってきたんですけれども、この雰囲気がですね、もうたまらなく僕好きで、今受付が終わって、これから着替えをしてですね、温泉へと早速向かっていこうというところなんですけれども、このまた温泉へと続くこの階段がですね、めちゃくちゃ好きなんですよね。僕階段が好きとかじゃないんですよ。この雰囲気がめちゃくちゃ好きで、こうして階段を降りていくと温泉へと続くこの道が現れるんですけれども、ここがまた素敵なんですよね。最高の温泉に癒されてゆっくりしていたらいつの間にか夜になっておりましたが、今回の兵庫一人旅、最後の目的地メリケンパークとハーバーランドへとやってきました。ここは昼間に買い物を楽しんだり観光するのもいいですが、夜来ることをおすすめします。こうしてライトアップが綺麗で、僕はここの雰囲気が大好きです。この日はラッキーなことにこの後花火も上がっていたので、そちらの映像もお届けしたいと思います。今回の兵庫一人旅ですが、初めての一人旅ということと、コロナウイルス感染からの病み上がりということもあり、不安の多いスタートとなりましたが、旅を終えてみると大好きな温泉にも入れて、こうして綺麗な景色も見れて、本当に充実した旅となりました。また今回の兵庫県の紹介が西日本最後の一県ということで、昨年の12月から始まった日本各地の紹介もついに半分の西日本を無事に終えることができました。まだまだこれから頑張っていきますので、今後とも応援よろしくお願いいたします。以前から告知しておりました新企画ですが、9月からいよいよスタートが決まりました。皆さんからいただいたリクエストにも応えつつ、今までとは違った形で各地を紹介していきますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた来週。